僕の小学校の頃と、さゆりさんうん、の小学校の頃では、だいぶ授業の内容も、うん、道徳的な指導も違ったと思うんですよ。うん、で、僕が小学校の頃は、そう、もう40年前なんですけど、おー。まだ学校の先生が生徒にはい。暴力を振るうこともあったんですよ。あ、直接的に殴ったり、うん、蹴ったり。そういう先生もいましたね。おー、で、なるほ今はそど。れをやると当然問題になりますよね。そうですね。うん、うー裁判になったん、り、うん、親がめちゃめちゃ怒ったりしますけど、うん、うん。さゆりさんが小学校の頃はそういう先生はいなかったですよね。はい、でも記憶にないですし、私は女の子だったので、うん。暴力をされるようなことはなかったですね。でももしかしたら、うん。運動系のクラブとか部活に入っているうん。男子生徒うん。はあったかもしれないですね。ああ、なるほどね。うん、怖い先生はいた記憶はあります。うんうん暴力をしてたかどうかちょっと記憶にないですうんうん。うね。ん。う小学校のん。頃は、何うんうん。か運動をする部活、クラブはい。に入ってうん。ましたか？あ、入ってました。あ、何ですか？あの、バレーボール。おうおう、ああ、さゆりさん、背が高いからね。でも、まあ、すごく下手なんですけど、でも、はい、入ってて、うんうん。結構厳しかった記憶がありますよ。ああ、バうレーボールってん。結構厳しいですよね。はい、そううですね。チーん。ムプレーですし、厳うん。しかった記憶があります。ううん、ん。そうですね。軍隊式？ あ、いやー、覚えてないですね。その軍隊がちょっと私も入ったことないので、私は軍隊にわからないんですけど。でも、あと、まあ、剣道、日本の、なんて言えばいいんですかね。えっと、剣道とか柔道とか、そういう武道を習わせたい日本人の親って結構多いと思うんですね。うんうんなぜかっていうと、結構上下関係が厳しいから。うん。うん。うん、で、そうですね。私も、うん。剣道をしていました。ああ、剣道をうん、すると礼儀正しくなるって言われますよね。はい。うんうん。実際、うん、そういう礼儀とか、マナーにはすごく厳しかったですか？はい、厳しかったですね。うんうで、んマナーとか礼儀、そうですね、上の人、その上下関係をそこで、指導してもらったうん。うんう記憶がん。ありますね。うああ、なるん。ほど。実際に、うん。うん。その、戦う技を、うん。技術を高めるというよりも、マナーを学ぶことを優先してますよね。そういうものは。うん。そうですね。まあ、掃除しうん。たりとか うんうんうん。そういうことですね。うん綺麗うん。な、その道場を、まあ、使った後は、使う前以上に綺麗にしたり、うんうんうそのん。道具とかも綺麗に並べておいたり、まあ、そういう、なんですかね、物とかを大切にする精神っていうのも、そこで学んだ気がします。うんうん。一方で、一人うんで特別なことをするとか、一人だけ違うことをするっていうのはあまり許されない環境ですよね。そうですね。う許されん。ないというか、ちょっと目立ってしまうと思いますね。うんうんうん。なんかう目立つのん、はあまり良くないっていうう風にん、見られますよね。でもそれってうん、義務教育の中でうん、はうん、天才が生まれないような気がするんですよ。うん、なんか天才って特別な人じゃないですか。ものすごく勉強はい。ができるとか、うん、ものすごく他の人と違う視点を持ってるとか、うん、うん、そういう天才の才能を潰してしまう気がするんですよね。でもそういう人たちはもう途中から学校に行かなくなると思いますね。うん、そうですよね。うん、ううん、義ん、務教育に行かなくなる。まあ多分辛いんうん、でしょうね。そういう人たちは。そううん、ですでも、ね。そういう人たちを教育するシステムがあってもいいのかなと思うんですよね。なんかなるほ僕が感ど。じるのは、日う本の義務ん、教育って、天才を生み出すためのものじゃなくて、
バカを減らうん。すためのもののような気がするんですよ。えそうですかね。でもなんかそんな気がする。なるほど。でも、うん。逆を考えると、そこの大衆、なんですかね、その中に入れなかったうん。から自分の世界を作った人もたくさんいますよね。例えば、進撃の巨人を書いた人うん。は、多分九州のど田舎に住んでるんですよ。うんうん多分彼はその何か刺激とかよりも自分の世界に入ってあんな素晴らしい作品を作ってると思うんですね。うん。うーん。うん、で逆にうん。なんか彼の居場所があったとしたらそんな素晴らしい作品は生まれてないかなとも思います。ああ、などうるほど。あ、思いますか？うそういうんうんこともあるんだ。まあなんかでも、そういう、うんうんうん作品を作る人って、うん独特の環境で育っうんたり、ちょっとうん人と離れたところに住んでたりしますよね。うんそうでうん。すね。ハリー・ポッターを書いた人もそうでしたね。イギリスのうん田舎に住んでたと思いますね、確か。はい。うで、んイギリスで生活保護をもらって暮らしてたんでうんすよね。うんでもそれは学校教育では育てられないのかな、やっぱり。そうだと思います。学校教育は多分だってアメリカとかで成功してる方とか見ても、学うん。校教育、成功してるっていう、まあ、定義は、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、今すごいお金持ちの人とか、うん。アメリカでうん。は、学校行ってない人とか多いですよああ、ね。そうです、そうです。うんビリー・アイリッシュとかそうですよね。ホームスクーリングだったと思いうますよ、確か。ん、そうそうそうん。なんかう。すごく個だから、性がある人は、アメリカではホームスクーリングのう人が多いですん、ね。ホームスクーリうングだった人ん、が多いですね。うん。だから、まあ、日うん。本もそういう、なんですかね。まあ、ホームスクーリングを受け入れてるとこも結構あると思いますよ、最近は。ああ、そうなんだ。はい、なんか認めてくれてるみたいですよ。うーん。うーん。それは特なので、別な子供たちですか？例えば、不登校うんうん。とか？いえ、多分、その、その方は多分、旦那さんとかその配偶者の方がうん。外国人だったりするので、うーん。なんですかね、そういうホームスクーリングっていうのをやりたかったのかもしれないですね。うん。日本のルールが好きじゃないなら日本にいない方がいいんじゃないかなって僕は うー思いますん。けどね。なるほど。まあたうーだ、日本のん。学校教育は確かに問題はあるんですよね。特にな道徳的るほど。な部分に関しては僕は納得できない部分が多いなって思うんですよね。どういうところですか？どういうところだろうな。なんか、道徳的なところ。道徳的なところ、まあ例えば、うん。学校の先生って結構嘘を言うんですよね。綺麗事を言うんですよね。ああ例えば、努力をすれば報われるって言うんですけど、あ、はい。実際に子供はそんなバカじゃないから、努うー力してもん。報われない人がいることぐらい知ってるんですよ。うーん。だから努力をすれば報われるなんて嘘をつくんじゃなくて、うんうん。報われるまで努力を継続するんですとか、うんうん継続しなければ意味がないんですとか、そういううん。う現実ん。を教えるべきなのに、うなんか、ん。美しい言葉を言うんですよね。努へ力すれば報わえ。れるとかって、それ嘘ですよね。だからあ僕はそういうあ。嘘を教えるのは良くないんじゃないかなと思うんですよね。へえ、そういう先生はちょっと会ったことがないですね。なるほど。ああ、最近はそういう先はい。生がいないのかな。あ、逆に昔は最近多そういう、そうですけどね、なんか、あ、そうかそういう。な。だって、うん。なんか悪いこと言っちゃいけないから、そういあ、そうう嘘をそうそ言うんじゃないですかね。う。でも、う子供ってん。そんなバカじゃないから、うすぐん。気づくんですよね。先生が嘘を言ってるって。うん。だから僕は子供の頃は、先生それ違いますよとかって言ったことはあるんですけど、でもうん。僕が子供の頃は、先生は、細かい説明をせずに、う拳でん。頭を殴る殴っみたいなちゃった。先生はいましたよね。へえ。そう。まあなんそうなんでかすね。これちょっと、こういう話 YouTube でしていいのかわかんうんないですけうん。ど、うんうん。
まあ、この部分はちょっとカットかもしれないけど、僕、うん。子供の頃に、トイレでが終わったら、手を洗わなきゃいけないって先生に言われて、で、なんで手を洗わなきゃいけないんですかって聞いたら、うん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 。まあ、学校の先生が言った言葉ね。はいはい。お前がチンコを触ったんだって、そのうん手でいろんなうんうん。ところ触るなってでそれは汚いんだって言ったんですよね。はい。でも、僕はその時、いや、僕のチンコが汚いんだったら、手を洗う前に、まずチうん。ンコを洗いますよって言ったら、頭を殴られた。おー。めんどくさい子供。そうそうそう。だから、へでも、そえ。れって、うんう先生がん間違ってるんですよね。う汚いんじゃなくん。て、汚いと感じる人がいる。心理的うんうん。な価値があるって説明しなきゃいけないんですよね。うんうんうんだから事うん。な実じゃないこるほど。とを言ったんですよね。だからそこをちゃんと理論で説明できる先生が必要なんですよ。と僕は思へう。え、うん。なるほど。うん。まあでもそうなんだ。そういうことで、まあうん頭を殴るような先生もいましたね。さゆりさんが子供の頃はどんな遊びがはい。流行ってましたか？うーん、セーラームーンごっことか。うんうんどんな遊びしてましたっけ？私全然子供の頃の記憶がなくて、うん。うん。何してたかな。あ、カラオケとか。子供の頃に？はい、なんか家にカラオケがあったんであ、すよ。そうなんだ。カラオケ屋にはい。行ってじゃなくて、家でなん家かでカラオケ。友達が来て、あはい、あ、カラオケああ、とか、うん。何してたんだろう。あと私パソコンが好きだったので、一人で遊ぶことも多かったですね。ああ、なる小ほど。学生ぐ子らいからは。供の頃にパソコンがあったんだ。うん、うん、そうで僕すね。はなかったな。何してたんですか、子供の頃。野球。ああ、いいですうん。ね。うん。やうっぱん、り、インターネットがなかったんうん、で、うん外で遊ぶしかなかったですね。うん。だから、うん。その当時の子供たちは、みんなスポーツが上手いですよ。ああ、そうですうん。だね。から、今の子へ供たちを見え。ると、うああ、ん。下手って思いますよ。あ、そうなんですか。うん。だって僕、へ野球え。やってたんですけど、ええええ。今でも問題なくできますし、体うん、が覚えてるから。体が覚えてるから、ううん。だん。けど、今の子供たちはエンターテインメントがたくさんあるから、ううん。ん、スポーツだけじゃなくて、うん。いろんなことができる一方で、うん。運動能力は少し落ちるかなと思いますうね。ん。うん、そうですエね。ンターテインメントに関しては、特に、あの、全然違うエンターテインメントを見ていると、話が合わない人が多いみたいですね、今は。確かにもうそこのグループで完結しちゃうことが多いんじゃないですそうか。そうそう。だテレビ、テレから、ビも見ないですし。うそう。ん。だから昔は、うん。このテレビ見たとか、うんうん。って言うと、大体みんな同じテレビを見てたり、うんうん。大体同じエンターテインメントを楽しんだりするんで、話題が豊富だったんで、友達同士うん。ですごく話題が盛り上がったんですけど、今うんうは、ん。ネットフリックスがあったり、YouTube があったりして、いろんなエンターテインメントがあって、特にその中でも、新しいものもあるし、古い映像も楽しめる。新しい音楽も楽しめるし、古い音楽も楽しめる。そういう世代だと思うんで、今は、例えて言うならアーカイブ世代だと思うんですうーよ。ん。なんで、一人一人が楽しむエンターテインメントが違うんで、子供同士がエンターテインメントについて語り合う場面ってとても少ないうーですよね。ん。だからなんかそうですね。僕が感じるのはね、小学生じゃないんですけど、高校生が4人5人ぐらいで電車に乗ってても、なんか無言で4人でうスマホをスマ見て、ホを見てる。全然喋らうんうん。ないで、うんうで、降んりる駅になって、駅に到着したら、じゃあねって、それだけ言っていなくなるんですけど、何もうん。うん喋らないんうんだって思うんですけど、それは多うん。分、それへえ。ぞれが楽しむエンターテインメントが違うから、
うん。会話が少ないのかなと思うんですけど、さゆりさうんが子供のん。頃はうん。どうでした？そうん。こまで極端でした？いや、テレビもありましたし、うん、共通のエンターテインメントがあったので、それにうん、ついて話したりうん、してましたね。うん、多分ギリうん、ギリの世代じゃないですかね、それができる。うん。うじゃあ、さん。ゆりさんより下がアーカイブ世代。うんだと思います。ちょっと下の人とあまり関わりがないんですけど、うん、そうですね。YouTuber で言うと、ミクさんとかしゅうん、んさんとかゆうゆうさんは大体同世代なんですけど、うん、うん、多分そういうことも、なんですかね、あ、これあったよねって懐かしむことができるんですね、一緒に。うん、うん、うんうん。なので、まあ私たちの世代は共通のエンターテインメントがあったのかなと思います。ううん。ん。中学、高校はどうでした？スポーツはやってましたか？はい、やってました。うんうん。うん、何をやってました？中学校の時は、うん。卓球をやってました。ああ、なんかイメージと違いますね。そうそう、よく言われます。なんかテニス部っぽいとか言われうん。るんですけど、うん、もったいない。いや、卓球もったいないです。背が大きいいやいや、でもから。本当に、私本当に運動のセンスがなくて、うんうんうん。だからまあ卓球で満足してましたね。まあ、厳しかっああ。たと思いますよ。うん。なんか卓先球で厳しいんで生も、すか？はい、卓球の球拾いとかもしましたよ、ちゃんと。うー先輩の球ん。を拾うみたいな。ああ、球、卓球って僕はバカにしてません、卓球。